こんばんは、クリミナルです。今回の動画は精神科医の名越先生の本を参考にさせていただき、サイコパスについて解説していきたいと思います。皆さんもサイコパスという言葉を一度は聞いたことがあるかと思いますが、どんなイメージをお持ちでしょうか？おそらく映画やドラマに出てくるような殺人鬼を思い浮かべるのではないでしょうか。なんとなくサイコパスの人間はこうだというふわふわしたイメージをお持ちだと思いますので、細かく説明していきたいと思います。サイコパスは精神病質者のことを指し、WHO の国際疫病分類第10版においては、反社会性パーソナリティ障害という診断名が使用されています。以下の7項目のうち3項目以上当てはまっていると疾患の可能性があると考えられています。1、法律にかなって規範に従うことができない、逮捕に値する行動をとる。2、自己の利益のために人を騙す。3、衝動的で計画性がない。4、些細なことで激しく怒ったり、あからさまに不機嫌な態度をとる。5、自分や他人の安全を考慮しない。6、責任感がない。7、良心の呵責がない。サイコパスはアメリカにおいては人口の 4%、日本を含むアジアでは100人に1人か2人の割合で存在すると言われています。ただ、男性女性どちらに多いのかは詳しく分かっていません。また、一時期 B 型の人間にサイコパスが多いという噂が流れましたが、それは一切根拠がありません。サイコパスは先天性と考えられており、簡単に言うと生まれつきサイコパスの資質を持っているということです。サイコパスの脳を調べると、感情のコントロールを司る眼下前頭皮質の働きや情動反応の処理を担う扁桃体の活動が平均より低いことが分かっています。情動反応とは喜怒哀楽といった感情の働きのことです。この活動が低いサイコパスは良心や理性を持ち合わせておらず、社会の規範を守ることが難しいとされています。また、サイコパスは共感性が欠如しているので他人に無関心です。例えば、突然暴言を吐き、相手を泣かせてしまっても何も感じません。それどころか、その反応を見て笑みを浮かべるといった一面もあります。サイコパスは暇を持て余すのが苦手で、退屈な日常生活の中で刺激やスリルを求めています。よって時には所属する組織やグループの中で揉め事を起こします。そのことを咎められると、サイコパスは逆ギレし、最終的には一匹狼のように一人で行動するものが多いようです。ただ、サイコパスは孤独を嫌うので、また別のグループに近づいていきます。皆様の人生の中で仲良しグループやサークルを壊滅させるような人はいませんでしたか？いわゆるサークルクラッシャーです。もしかしたらその人はサイコパスだったのかもしれません。普通の人は揉め事を嫌い、穏便に済ませようとしますが、サイコパスはあえてトラブルが起きるような言動、行動をとります。その手口は巧妙で、自分に不利益がないように仲違いの種をばらまきます。そしてサークルが壊滅していく様を観察し、それを見て楽しむのです。また、職場にこんな上司はいませんか？君のことを思ってと叱りつけてくる上司。しかしその裏には自分の評価を上げたいから部下を自分の思うように動かしたいという思惑が見え隠れしている。他にも発言をコロコロと変えて頻繁に方針転換したり、みんなの意見を聞かずに自分の意見だけを押し通して物事を一方的に決めてしまう。こうしたサイコパス上司は結局のところ自分の利益を第一に考え、その場を支配したいのです。また、ママ友グループの中にサイコパスが入ってくると、やたらとグループのメンバーを序列化したがり、自分がカーストの最上位に位置するように、評価を下げたい人に対し嫌がらせをしたり、悪い噂を流したりします。次に、サイコパスの3つの分類を解説しながら、サイコパスはどんな特徴を持つのかを説明していきます。サイコパスには3つのタイプがあります。1つ目は、暴力型サイコパス。怒りに任せて公共物を壊したり、暴力を振るったりするタイプで一番危険です。このタイプは反社会性サイコパスにあたり、一番犯罪者となりやすいタイプです。二つ目は寄生型サイコパス。このタイプには詐欺師が多く、自分の利益のためにターゲットに寄生して、利用するだけ利用しようとします。時には泣き落としなどの演技をして、相手の懐に入り込もうとします。
このタイプは後社会性サイコパスです。後に詳しく説明します。3つ目は支配型サイコパス。このタイプは他者をとことん利用し、自分がやりたいこと、自分が築きたい環境を作ろうとします。そこで他者を支配下に置き、優越感を得ようとします。このタイプは会話が上手で、見た目にも気を使い、魅力的な人物を演じます。ターゲットを支配下に置くまでは、相手が期待するような魅力的な人物を演じ続けますが、支配が完了すると、だんだんと本性を表します。自己中心的で、自分の思うように動いてくれないものに対しては、利用価値がないと判断し、冷たく接します。このタイプも、後社会性サイコパスです。例を挙げると、自分は女性で結婚相談所に行ったとします。そこでとても魅力的な男性 A と出会いましたが、A には3回の離婚歴がありました。その点が気になりましたが、素敵な男性だったので、結婚を前提にお付き合いをしました。その後デートを重ねましたが、A はとても紳士で魅力的なままです。自分は A が運命の相手だと感じ、結婚しました。ただ結婚後、A は2人の財産を自分が全て管理すると言い出し、それを強制しました。さらに急に金遣いが荒くなり、自分の貯金を勝手に使っていたことも判明。そのお金は自分が将来のことを考え、大事に貯めてきたお金でした。それを咎めると、A は急に不機嫌になり、一方的に離婚を突きつけてきました。これは、寄生型と支配型サイコパスが融合したタイプです。相手を支配下に置くまでは魅力的な人物を演じ続け、相手を支配下に置くことに成功したら、本性を表します。相手が服従し続ける場合は、とことん寄生します。しかし、相手が抵抗してきた場合、暴力を振るい服従させるか、もう利用価値がないと判断し、あっさりと切り捨てるのです。ちなみに、サイコパスに狙われやすい方は、優しくて面倒見が良く、共感性が高く、他人に感情移入しやすい方で、男性よりも女性の方が狙われやすいです。女性は女性特有の優しさや母性を持っているからです。職業で言うと、看護師、介護助手、保育士などが挙げられます。共感性が高く、感情移入しやすい方は、嘘や泣き落としに弱く、時に言われるがままに手を貸してしまうのです。次に、サイコパスの特徴を挙げていきます。1、社会のルールを平気で破る、犯罪行為をする。2、相手の感情や気持ちを無視した行動をとる。3、自分の利益のために平気で人を騙す。4、計画性がなく衝動的である。5、反省をせず罪の意識を感じない。6、自分を正当化し他者を陥れる。7、性に奔放。8、堂々と嘘をつきプレゼンテーション能力が高い。最後の項目について説明します。サイコパスは恐怖や不安、緊張を感じないため、聴衆の前で堂々と嘘をつき、あたかもそれが真実かのように語ります。そのトークは軽妙で、たまに冗談を織り交ぜながら聴衆を楽しませるようなトークをします。こうしたトークに聴衆は魅了され、信じてしまうのです。ただ一部の人は、それが真実ではないと気づき、嘘を言っていると指摘します。しかしサイコパスは全く意に介さず、動揺もしません。また、サイコパスを信じてしまった人たちは、サイコパスの弁護や擁護を始めます。あとは、自分を信じた者だけをとことん利用するまでです。普通の人は、共感によって他者との関係を深め、そこから喜びを感じ、人生を充実させていきますが、サイコパスは共感性が欠如しているので、他者との関係性を重要視せず、自分の利益を重要視して行動します。アメリカのジョナサン・ハイト氏の実験では、サイコパスは他人に危害を加えない、フェアな関係を重視する、この2点を軽視するという結果が出ています。次に行きます。神経学者のジェームズ・ファロン氏は、サイコパスを生む3つの要素を挙げています。それは、戦士の遺伝子、脳の眼下前頭皮質の活動低下、虐待です。このうち、戦士の遺伝子について解説します。これは仮説ですが、戦士の遺伝子を持つ者は世の中に必要とされてきたため受け継がれてきた。例えば、戦争や動乱の時に決して臆さず最前線で戦ってきた。
そんな戦士の遺伝子を持つ者が世に存在した方がいいとされ、現代においても受け継がれているのではないか、という説があるのです。1993年にオランダのある家系の遺伝情報が公開されました。その家系の男性には多くの犯罪歴がありましたが、その男性たちは共通して MAOA 遺伝子、別名戦士の遺伝子に異常が見つかりました。この遺伝子の活性が低いと攻撃的な行動に出る頻度が高くなります。先のオランダの家系で罪を犯した者はこの遺伝子が機能していなかったのです。ただそれは幼い頃に虐待を受けていた場合に限られていました。同じく能力が弱い MAOA 遺伝子を持っていた者でも虐待を受けていなければ特に目立った影響はなかったそうです。つまりこれは遺伝子と育った環境が密接に作用し合っていることを示す一例とされています。話を戻しますが、良心や理性を持ち合わせておらず、社会の規範を守ることが難しいとされているサイコパスは、凶悪犯罪に及んだとしても、後悔や罪の意識を感じることもなく、反省もしません。自分がやったことは理解はしていますが、それの何が悪いのかと本当に思っています。カナダの犯罪心理学者、ロバート・ヘア氏によると、刑務所にいる受刑者の約 20% がサイコパスという研究結果が出たそうです。さらにそれを重大犯罪に絞り込むと、その割合は 50% を超えました。また、サイコパスの累犯率は他の犯罪者と比べ2倍以上、暴力犯罪に絞ると、それは3倍以上という結果が出たそうです。私のチャンネルでは多くの犯罪者を取り上げてきましたが、その中でサイコパスと言われているのは、メアリー・フローラベル、ジョン・ウェイン・ゲイシー、アンドレイ・チカチーロなどがサイコパスと言われています。ただ、すべてのサイコパスがルールを守らない犯罪行為をするわけではなく、サイコパスの一部は学習し、社会に溶け込んでいる者もいます。これが後社会性サイコパスです。この後社会性サイコパスは、経営者や弁護士、外科医など、社会的地位の高い人にも多く存在していると言われており、個人の能力が問われる職業にサイコパスが多いと言われています。逆に自分が黒子となり、相手を支えるような職業には不向きで、あまりいないと言われています。後社会性サイコパスは、自分の利益第一で行動します。普通の人が犯罪をしないのは、良心や理性が働くからです。対して後社会性サイコパスは自らの経験や学習により捕まって拘束されるのが嫌だからしない。自分にとって不利益だからしない。そう考えるのです。ちなみに後社会性サイコパスは自分よりも社会的地位が高い人や目上の人に対しては尊敬しているように振る舞うことがあります。これも自分にとって不利益がないようにうまく立ち回っています。対して自分より立場が下の者に対しては周囲にバレないように攻撃をし反応を楽しむ面があります。相手が傷ついてしまってもサイコパスは何も感じません。次にソシオパスについて触れますが、こちらは後天性です。つまり生まれつき反社会的病質の資質を持ち合わせるサイコパスとは違い、育った環境などに影響された結果として反社会的人格を得たものを指します。サイコパスとソシオパスは両方とも反社会性パーソナリティ障害と診断されますが、性質が違います。サイコパスはうまく社会に溶け込むものも多く存在しますが、ソシオパスはあまりに衝動的で普通の社会生活を送るのが難しいとされていますが、属する組織やグループに愛着を持つ面もあります。また、ソシオパスは自己愛性パーソナリティ障害を併発しているケースもあり、過度の自己愛から人を騙します。サイコパスとソシオパスが決定的に違う面は、ソシオパスは傷つきやすい面があるということです。サイコパスはたとえ嘘つき呼ばわりされても全く動じず堂々としており、嘘を重ね続けます。しかしソシオパスは嘘つき呼ばわりされると傷ついてしまうのです。次にインターネットで荒らし行為をする人について解説します。皆様も掲示板や SNS、オンラインゲームなどで他人が不快に感じる内容の書き込みをする人を一度は見たことがあるかと思います。マニトバ大学のエリン・バックルス氏の研究によると、荒らし行為をする人間はある4つのスコアが普通の人と比べ突出して高いという結果が出ました。
その4つのスコアとは、ナルシズム、マキャベリズム、サイコパシー、サディズムです。この4つの性格特性のことをダークテトラッドと言います。ちなみに、嵐行為をする人間は全体に対して 1% 以下に過ぎないと言われています。嵐行為をするサイコパスは意見交換やディベートするのが目的ではなく、あえて不快な内容の書き込みをし、反応を見て楽しみたいのです。対処法としては何も反応せずブロックすることをお勧めします。こうした嵐行為をする者が一番嫌がることは相手にされないことです。また、今までサイコパスのネガティブな面ばかりを解説してきましたが、実はサイコパスは人類の進化を助けてきたという説もあります。サイコパスは緊張や不安を感じない精神を持っているので、普通の人がまずしない無謀な挑戦に挑んできたと言われています。例えば、人類初の月面着陸を成功に導いたニール・アームストロング氏はサイコパスだったと言われています。また、身近な話で言うと、未知の病の研究や大手術を手掛ける医師など、リスキーな任務に挑んできた中に多くのサイコパスが存在していたのではないかと言われているのです。人は緊張や不安を感じると本来の力を発揮できなくなります。しかしサイコパスにはそれがないため、極限状態のシーンでは重宝される存在なのです。つまりサイコパスは人類の進化を支えてきた面もあるということです。結びになりますが、皆様の周りにもサイコパス気質の人がいるかもしれません。ただ、自分に悪影響がない場合は特に問題はありません。サイコパスの中にもサイコパス度が高い人もいれば低い人も存在するからです。ただ、サイコパスの人に振り回され自分が疲弊してしまっている場合は付き合いを考えてみた方がいいかと思います。サイコパスの人間は他者は自分のためにあると考える傾向があります。つまり自分に利益があるように他者を駒のように扱うのです。サイコパスの人間を説得しようとしても聞く耳を持ってくれません。サイコパスの人間から逃れるためには関係を断つことをお勧めします。人は一度精神を病んでしまうと長期間の療養が必要となります。無理して長期間サイコパスと接していると自分が病んでしまいます。話がうまく外見もいいのに過去の恋人と長続きしていない。友達が多そうなのに全然友達がいない。または会うたびに取り巻きが変わっている。よく話を盛ったり平然と嘘をつく。嘘や間違いを指摘してもそれを認めず開き直って決して謝らない。そういった人はもしかしたらサイコパスの資質があるのかもしれません。自分の知人がサイコパスかもと感じたら一旦距離を置いてみるか、関係を断つのも一つの選択肢として考えるのもありかもしれません。勇気を出して人間関係の断捨離を行うのです。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。